音楽の祭典として知られるグラミー賞にベストアジアンポップ部門が新設されました。アジアの多様性を称えるための新しい試みと言われています。しかし、世界的なグループである BTS は第69回グラミー賞へのエントリーを見送ると表明しました。新設された部門の発表から間もなくのことです。新設された部門は K-POP や J-POP などのアジアの言語を含む作品が対象となります。これは多様性を象徴する動きとして注目されました。一方で、音楽を地域で区切ることへの懸念も生まれています。多様性の確保か、それとも地域による分断かという論争が起きています。なぜ世界的なグループはこの新設を拒んだのでしょうか。本動画ではその対立の構造と背景について詳しく紐解いていきます。続いて、新しく設けられたアジア枠の仕組みを整理しましょう。レコーディングアカデミーはアジアにおけるポップミュージックの多様性を支援するべく計5つのカテゴリーを新たに導入しました。ベストアジアンポップミュージックパフォーマンスという新枠は特定の地域性を基準としています。アジアの言語が少なくとも1つ以上重要な役割を持って使われていることが条件です。対象となるのは K-POP だけでなく J-POP や C-POP も含まれます。これによってアジアの音楽シーンがより広くカバーされることになります。次に、この枠組みが持つ別の側面についても触れておきます。これは音楽をジャンルではなく地域で区切る仕組みという側面を持っていると言われています。背景には多様な文化を認めようとする動きがあります。しかし、音楽が地域で分けられることへの議論も起きているようです。そこで皆さんはどう感じますか？音楽の境界線はどこで引かれるべきなのでしょうか？ BTS もこの点について重要な見解を示しています。レコーディングアカデミーのハーウェイ・メイソン・ジュニア CEO は、この新部門へのエントリーが主要部門の審査対象から排除されるものではないと説明しました。アーティストの差別を意図したものではないと強調していますが、音楽市場への影響は無視できません。15,000人の投票者が持つ基準が今後の行方を左右することになりそうです。では、なぜ世界的なグループがこの新設を拒んだのかを見ていきましょう。BTS は音楽が地域や言語で区分されるべきではないとの見解を示しています。新部門が設置された約1ヶ月後に彼らは不参加を表明しました。これはまるで新しいルールができた直後にその枠組み自体に疑問を投げかけるような動きです。背景には音楽をジャンルではなく地域で区切る仕組みへの懸念があります。アジアの多様性を称えるための5つの新部門が設置されたことがきっかけです。このアジア枠の対象には K-POP だけでなく J-POP や C-POP も含まれることになっています。要件はアジアの言語が1つ以上意味深く使われていることです。運営側のスタンスについても触れておきましょう。CEO のハーヴェイ・メイソン・ジュニア氏はアーティストを差別する意図はないことを明言しています。CEO によれば、新部門に応募したからといって主要な賞の審査から外れることはありません。これは制度間の不整合を解消するための説明です。では皆さんはどう考えますか？15,000人の投票者が持つ基準の変化は今後の音楽市場の在り方を大きく左右する可能性があります。BTS の決断は文化の多様性とカテゴリー化というジレンマを浮き彫りにしました。音楽がどう定義されるべきか、その答えはまだ出ていません。では、この動きが音楽市場にどのような波紋を広げるのか見ていきましょう。まずは投票権を持つ人々の基準についてです。グラミー賞には15,000人の投票者が存在します。これはまるで巨大な学級総会で全員がルールを決めるような仕組みです。レコーディングアカデミーはアジアの多様性を反映させるため5つの新しい部門を導入しました。そこには文化的な包摂を目指す狙いがあるとされています。次に、この新設が持つ枠組みの性質について考えてみましょう。これは音楽を地域という箱に分ける作業とも言えます。新部門には K-POP や J-POP、C-POP が含まれます。アジアの言語が一つでも使われていれば対象になる仕組みです。しかし、専門家の間では議論が起きています。文化の多様性を広げるのか、それとも既存カテゴリーから隔離することになるのかという点です。それでは、私たちの音楽体験への影響はどうなるのでしょうか。BTS の決断は今後の音楽市場の勢力図を左右する分岐点になる可能性があります。皆さんはこの変化をどう感じますか？今後の音楽業界の基準がどのような形に収束していくのか注視する必要があります。さて、ここまで15,000人の投票者が持つ基準の変化について見てきました。音楽の評価軸が大きく変わろうとしています。今回のポイントは3つあります。1、アジア枠の新設。2、BTS の地域区分への意義。3、主要部門との関係性です。アジア枠の新設に対し、BTS は地域による区分に異議を唱えました。多様性の拡大か、それとも分断の始まりか、皆さんはどちらだと思いますか？次回は音楽市場におけるストリーミングの影響について解説します。
ぜひチェックしてくださいね。チャンネル登録をお願いします。それでは、また次の動画でお会いしましょう。